まあ久々のねガチダイエットなんですけど、これガチね。何グラムずつがちょうどいいのかっていうのをまず知ることが大事ですね。こう人ってね、何でもかんでも1日の摂取カロリーを減らせばいいっていうもんじゃないのよ。ちゃんとほんまに習慣を変える、これですね。私長くダイエットっていうダイエットをせずにずっと現状維持で満足してたんですけど、この度やっとダイエットを決意いたしました。急になんでダイエットって感じなんですけど、それはですね、大匂わせをするとアムズに対面でちゃんと会える機会もそう遠い未来じゃないぞっていう、割と近い将来じゃないって感じなので、ダイエット開始です。ついにダイエットのスイッチがオンになりました。ついに私にダイエットの神が前を向いてきましたもうやっと長かった、ここまで。大好きなグラノーラはこの2つ。この成城石井とかにも売ってるラブクランチっていうチョコとストロベリーの味なんですけど、これがねヴィーガンのグラノーラです。でこっちが韓国のやつ、ルクトっていう黒ごま味なんですけど、これがもうめっちゃ美味しい。どっちかを使うことが多いです。この服めっちゃ可愛いんですけど、じゃじゃん。これジムウェアなんですけど可愛い。レア。해양성 같은 경우에는 이제 3개월 가능한 3개월은 따로 없어가지고 3개월로 하게 되시면은 이걸로 그냥 곱하기 3 해서 계산을 해야 돼요. 괜찮아요? 시작은 언제부터 하시겠어요? 오늘부터. 네.ヨーグルトのグラノーラ、こういうのも買います。なんか小麦じゃないのでできたハットクみたいな、なんかダイエットにいいやつ。なんかこういうねダイエット系のものを一旦買い揃えます。ただいまです。ジムから帰ってきたんですけど、ダイエットってね、いろんな制限ってなりがちやけど、もうこれ食べたらあかん、あれ食べたらあかん、何でもかんでもダメってしてしまうともうストレス爆発みたいになるから、こう制限することを増やすんじゃなくて、いろんなことを
置き換える習慣を変えるって感じ。例えばこのお肉とかもいつもやったらサムギョプサルみたいな脂っこいお肉を食べてたのをささみに置き換えたり、お菓子をフルーツに置き換えたり、もう何でもかんでも食べたらあかんとかじゃないの、置き換えるだけなの。健康的な食材を使う。で調理方法を油の使ってたこう焼くっていうのから蒸す、油の使わない調理方法に変えたりっていう、そういう野生習慣をどんどん増やしていくっていう感じなのね。ほんまに習慣を変える、これですね。これが大事やし、ストレスなく痩せられる方法かなと思います。このスイッチさえ入ってしまえばね。そうこう食べ物でもなんかこの食べ物はタンパク質が豊富でとか脂質が少なくてとか分からんじゃん最初って。だから私がそれは動画でこれからお伝えしていきますね、日々の Vlog の中で。このね、牛乳とかもいつもやったら美味しいこう普通の牛乳を飲んでるんですけど、同じ会社のムーチーバンって書いてるんですけど、これが無脂肪なのね。でこの脂肪がほんまに太りやすいのね。こうタンパク質をいくら取ってても脂肪もいっぱい取ってたらそれはちょっと痩せるのにはあんま効果的じゃないので、タンパク質を増やして脂肪を減らすっていうのが、一番痩せやすいかなっていう感じです。こう人ってね、何でもかんでも1日の摂取カロリーを減らせばいいっていうもんじゃないのよ。ちゃんとタンパク質、脂質、炭水化物のバランスがねうまくなってるかつ食べる量をねちょっと減らしてみるとかすると、こう体がねこうスルスル押していくのよ。けどこれが極端に糖質がめっちゃ少ないとかタンパク質がめっちゃ少ないとかなるとどっかで停滞するのよ。だからこのバランスが大事。これがねダイエットになれるまでなんか何を食べたらこうバランス良くなるのって難しいから、ヤフーとかで PFC バランス計算ツールとかで検索したら PFC 計算機とか出てくるのね。こんな感じでここに性別、体重、身長、年齢、自分の活動量、これを入力したら勝手にね自分の体に合う大体の目安、1日に何グラムタンパク質取ったらいいですよ、脂質取ったらいいですよ、炭水化物何グラム取ったらいいですよっていうのが出てくるもんね。でそのグラムっていうのはここに書いてるからそれを見るだけです一旦この自分のこの PFC バランス何グラムずつがちょうどいいのかっていうのをまず知ることが大事ですね。大事です。あともう一個大事なのはどの食材がどういう栄養かっていうのを知ることが結構大事かも。まず今日買ったのがせいろ蒸しに入れようと思ってエビとホタテを買ってきたんですけど、このホタテもめっちゃ高タンパクやのに脂肪がめっちゃ少ないの、ホタテって。だからダイエット中とかにおすすめやし、味も美味しいじゃん普通に。でエビも低カロリー高タンパクな食材、しかもね脂肪燃焼とかそういうのもサポートしてくれる。さつまいもは知ってる人も多いと思うんですけど、食物繊維が豊富なので白米とかをさつまいもに置き換えると便通が良くなったりします。で芋だから腹持ちもいいし味も美味しいからおすすめです。食べ過ぎるとねやっぱこれも糖分が高いからあれなんですけど、程よい感じで食べるといいかなって思います。でささみはもうねこんなめっちゃ筋トレしてる人とかもみんな食べてるじゃん。もうこれはもうとにかくいいんですよダイエットには。いちごも食物繊維豊富な方やし、あとはビタミンとかもね入ってるからお肌とかにもいいから朝とかにフルーツ食べるといいかなと思います。こんな感じでちょっとダイエット中はスーパーに行くと買うものもかなり気にしますね。それも変わる習慣の一つかなって感じです。ささみはこの筋を取ります。じゃじゃん。せいろ蒸し器ほんまに買ってみてほしい。めっちゃいい。ダイエットに。じゃじゃん。잘
豆腐めっちゃ美味しそう。さつまいもいただきます。何もつけてないこれ。めっちゃ美味しい。味付けはね、ポン酢とかでもいいし、塩とかでもいいし、醤油は合わんかな。まあ味付けは何でもお好きなようにって感じですね。ホタテ。ダイエットをするときはよく噛むようにします。だからよく噛んだら何がいいのかっていうと、満腹中枢っていうのが上がるのね、よく噛むと。だから同じ量を食べても、私食べるのめっちゃ早いのね。友達とかにもほんまあんまり食べるの早いってたまに言われるぐらいお腹空いてたりしたらバクバク食べちゃうんですけど、ゆっくり食べることでお腹が満たされるっていうのはほんまやから、ゆっくり食べるように意識をするといいです。てかさっきちらっと話したけど、痩せたい理由がアムズに会えるからみたいなことを言ったんですけど、楽しみにしててください今までさ TGC とかカンコリにさ来てくれるアムズの子はいたけどさ、なんやろ、それってさこう一瞬じゃん。結構あれってほんまにやっぱコレクション系は喋ったりできひんから、こうね、何かしたいなって思ってたんですけど、それも叶えられるよう実は2024年から動いておりました。てか私さ、ダイエットいつまで頑張ってたんやろうと思って過去のね動画をちょっと見返してみたんですよ。見返してみたらもう最近もうコリア Vlog しかなくて、ダイエット Vlog 全然ないやんって思ったんですけど、っていうのもね、なかなかやる気が入らなかったんですよ、このねスイッチが。まあ久々のねガチダイエットなんですけど、これガチね、お正月とかで食べまくってたら気づいたらなんかもう49、50みたいな体に定着してて、みたいな、全然じゃないけどっていう。白菜さっき食べてまた。まあね、そんなねずっとね痩せた体でいなくてもいいんですよ。その人によってさ、痩せてたい時とかさ、ちょっと美味しいもの食べたい時とかいろいろあるじゃん。私ももうこの前まで美味しいものめっちゃ何も気にせず食べてたけど、普通に体型はそんなめっちゃ痩せてるとかじゃなかったけど幸せやったし食べてたから。けど今は美味しいものをバクバク食べるよりスタイルのいい体を手に入れる方が幸せを感じるからダイエットをしててもストレスがないって感じなんですけどね。でもね、その時に一番幸せを感じるものを頑張ってたらいいんです。